はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルの最新情報や SEC 訴訟問題の進捗についてですね、共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してですね、僕の方で重要だと思ったものをですね、抜粋して紹介の方をしていきたいと思いますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。今回ですね、お二方のスレッドについてですね、共有の方をしていきたいかと思います。まずですね、一人目がジェレミー・ホーガン氏ですね、YouTuber 兼、弁護士の方になります。で、まずですね、こちらから解説の方を始めていきたいと思います。結論から言うと、新しい暗号化プロジェクトが2つのステップで設定されているのを見ると不安になりますと。これは巧妙に見えますが、トークンが資産の売却であるというリップル社の主張と、トークンがユーティリティトークンであるという LBRY 社の主張の両方を取り去ってしまうということですね。LBRY 社っていうのは知らない方もいるかと思いますが、同じように SEC からね、有価証券ではないかというね、問題の訴訟の方をされている会社の方になります。で、内容の方ですね、解説をしていきたいと思います。まずですね、リップル社は XRP は購入者に対して販売後の義務を負っていないため、証券ではないと主張したと。で、ハウェイのね、ハウェイ事件がね、1933年に起こってね、それから投資の内容がね、決まったんですけども、そちらのね、販売後の義務とは、じゃあ、実際ね、過去は何だったのかと。で、ハワイでは、被告はね、投資家に小さなオレンジ畑の区画をまず販売したと。で、そしてね、それが全て、それだけで終われば問題はなかったと。ただ、その方はね、出資した方っていうのは、それにね、販売されてて、それを、土地を購入した後に、一転してね、それを買ったね、オレンジ畑を使うんじゃなくて、それを一転して、被告のね、要は、ハウェイの関連会社とオプションで10年間のリースサービス、貸付のね、その土地の土地の貸付の契約を結んだと。で、その関連会社が果樹園全体を管理して、利益を、その出資者に還元するっていうことを、認めたと。つまりは、そのオレンジ畑をね、使うために購入したんじゃなくて、それをリースに当てて、出資をすることで、投資をね、することで、利益を手に入れるってことに使ったと。で、それがね、違法だったということになったと。で、このように資金をプールして果樹園を一体として管理することがハウェイ事件でいるプールであり共同事業だったと。で、しかし売却後の義務、これに当たるのはリースサービス契約ですね。それだったと。で、ハウェイ社の関連会社はこれらの果樹園を維持して利益を投資家にね、還元しなければならないし、そうでなければ訴えられる危険性があったと。で、そしてこの利益を分配する義務っていうことがリップル社のケースに欠けているものなのですと。つまりはリップル社のね、トークン、XRP を購入した後に何かを義務を背負うことはないと。で、この点が違ってるっていう説明をね、されてます。で、あと法律上の議論では公用、つまりね、使い方が問題になることがありますと。これは、例えばその土地がね、耕作限界の状態、もうオレンジが作れない状態だったとしたら、購入したもの、つまり土地がね、投資として購入されたのか、それともそれでも使用するために購入されたのかを判断するケースがあると。本当に夏にみかんを取りに行くためだけに土地を買ったのかと。で、LBRY 事件の裁判官と報告書は100万人が LBRY トークンを買って利用してですね、1人が投資としてのみ購入したとしてもそれはセキュリティだと SEC は主張していると。で、これはね、トークンの効用に非常にフォーカスしたものになっておりますと。で、結論から言うと、新しい暗号化プロジェクトが2つのステップで、設定されているのを見ると不安になりますと。まずは NFT を販売して、購入者に第2段階のアクセスを与えて、どうにかしてトークンを得てもらうようにすると。これは最近流行ってますねということで、つまり NFT、ノンファンジブルトークンですね、非代替性のトークンを、まずはUSDC なにはわからないですけども、何かで、販売すると。で、NFT を持ってもらったら、その NFT をステーキングしたりね、あとはもしくは NFT を買ってくれた人にエアドロップとして、自社のね、トークンを、プロジェクトのトークンをプレゼントするとか、そういったものがあった場合に関しては、そのトークンがね、資産の売却であるっていうリップル社の主張。つまり NFT を買ったことによる、付随による、トークンを手に入れたわけで、そのトークンっていうのは果たして資産なのかと、価値があるのかっていうところになってしまいますので、リップル社の主張ね。あとは、そのトークンがユーティリティトークン。ユーティリティというのは使い道があるトークン。実際に使いようがある。そのトークンを使って何かすることができるっていうね、トークンであるっていうことがなくなっちゃいますよね。NFT を、要は
持つことで得られた、トークン、になりますので、使い道っていうのはね、特に NFT を購入すればもらえるってものになってしまいますので、そういったね、両方の取り去ってしまうので、今のその NFT マーケットっていうのがちょっとね、心配になってるっていうね、内容になるかと思います。はい、続いてね、もう一方、この方もね、ツイートで有名な方です。ジョンさんですね、法律家の方になりますが、トーレス判事がリップル社の略式裁判の申し立てで明示された主張を全面的に採用するっていうのは当然の結論だと考えているんであれば、あなたは過信している可能性がありますと。これね、かなりリップル社の方にね、優勢で SEC のことをね、否定している方になるんですけども、全部認めているという場合は過信しているんではないかと。裁判官は果たしてリップルを認めるでしょうかと。私ほど SEC とその主張に不信感を、ね、抱いている者はいないですが、しかしもし人々がトーレス判事がリップル社の略式裁判の、ね、申し立てを明示された主張を全面的に採用するとはのは当然と考えているのである、あなたは過信していますと。で略式裁判の申し立てが2つに分かれていることを忘れてはいけませんと。まず、規則1の、議論の余地のない事実、あとは、証拠開示中に集められた証言や証拠がまだ公開されていないってことも忘れてはいけませんと。だからしたがって現時点で全てをね、法的な分析を行うことは不可能と。しかし、リップルの動きだけに着目すると、裁判官は間違いなくリップルに同意するだろうと多くの人が言っていますと。SEC が XRP が証券であることを証明できないと主張すること、それとあと裁判官が略式判決に対するリップル社の主張に完全に同意するということは全く異なりますと。別々の話ですよってことですね。で、リップル社の申し立てについて私が最初に述べたことは第2巡回区以上に向かわれたものだということですと。リップル社はハウェイのテストを適用する前に買い手と売り手の間に基礎となる契約がですね、存在しなければならないと主張していると。で、実際にね、ハウェイで使われている正確な文言っていうのを確認すると、証券法上の投資契約とは、人が自分の資金を一般的な事業に投資し、発起人または第三者の努力のみから利益を期待させる契約、取引、またはスキームを意味するというものになっております。したがってこれを SEC はね、ハウェイの平易な言葉をそのまま主張すると。で、SEC は法律は基礎となる契約を必要としないと主張しますと。分かりやすい言葉で言えば、投資契約は契約取引またはスキーム。ですので、必ずしも契約である必要はないと。スキームであればいいっていう話ですね、主張。またはとありますので。で、この OR をね、強調していますと。で、ハウェイはこうも言っていますと、投資契約はそのように、その使用から収入または利益を確保することを意図した方法での資本の配置または資金の敷設、敷設ということで、それのための投資またはスキームを意味するようになったと。要するにハウェイ以降はテストのまたはの部分にね、着目した判例があると。投資契約かスキームか。で、スキームっていうのは計画とか案のことを言います。で、SEC は XRP の創造、XRP の流通市場の創造を含む XRP の価値を創造するリップル社の全ての努力、これらが全てがスキームの一部であるということを証明することに今後焦点を当ててくるんではないかと。で、要はね、計画とか案の方に向けてそちらをね、証明していくと。で、これはあくまでもジョンさんがね、言ってる話で、そうなるとね、必ずしもそうなるわけではないですけども、私は SEC が主張しそうなことを伝えているだけと。私がそれに同意しているわけでも、それがそのままね、そうなるわけではないって、そうなるというわけでもありませんと。私が SEC の主張することを明確にすると、それをね、誤解する人々ね、たくさんのフォロワーがいますので、誤解するんですけども、これはあくまで、一個人の意見と。でしかし、裁判官がリップル社の主張に同意するためには、彼女の尊敬する同僚であるカステル判事がテレグラムで、間違っていたことに同意しなければ、ならないと。テレグラムも過去訴訟されたんでしたかね、確かグラムっていう通貨かなんかで、それで、あったので同じような事件があったんですけども、それで、そのカステル判事がスキームにね、SEC 同様スキームに着目していたから、彼のね、尊敬する先輩、同僚とかをね、否定することになってしまうかもしれないと。で、これがリップル社の申し立てが第二循環区または最高裁判所に対する上訴準備書面のように書かれていると述べた理由ですと。じゃあ上訴に向けてね、リップル社がそれをね、着目していると。リップル社の申し立ては当然のことながら第二巡回区の焦点を合わせています。で、なぜなら、ハウェイ以降の第二巡回区の裁判、っていうのは、すべて実際の契約、投資契約に関するもので、だからですと、リップル社の準備書面では。で、
トーレス裁判官に基本的な投資契約について 100% 同意して、もらうのは難しいかもしれませんと。で、そのスキームは契約が見つかった後にのみ、適用されるので、私はこの動議が現在の最高裁判所、おそらくね、第2裁判所で勝訴すると思っていますと。で、トーレス、判事がね、リップルに同意する可能性はありますと。で、またね、トーレス裁判官がリップル社の主張に同意しなくても、リップル社に有利な判決を下すことも可能と。彼女はね、基本的な今の投資契約理論というのを否定したとしても、ハウェイを適用して、SEC がハウェイの共通企業原則を満たせないから、リップル社がね、略式判決を勝ち取るというかもしれませんということですね。配置のされました。で、この二方がね、結構 SEC 訴訟問題とかね、頻繁に上げておりますので、情報の方ね、YouTube の方も上げております。ですので、この方を含めですね、僕の方も日々、訴訟問題とかリップの情報ね、追って、できるだけ毎日ね、配信できるように、まとめておりますので、よかったらね、また別の動画を見ていただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利20%以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。